どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。予約していたこちらのね、Apple Watch シリーズ7がですね、無事に手元に届きましたので、早速開封レビューをしていきたいと思います。僕は今つけているこのシリーズ4をですね、3年使用していまして、で、2年半前にもですね、レビューを公開していて、その動画は初めて再生回数が1000回を超えたね、思い出深い一本だったりするんですけども、それ以来ね、Apple Watch は買い替えずにずっと来ていたんですが、そろそろね、買い替え時かなと思いまして、こちらの Apple Watch シリーズ7、こちらをね、購入しました。今日はシリーズ4を3年使ってきた僕が、シリーズ7に買い替えた理由なんかを、シリーズ4との比較をね、交えてレビューしていこうと思います。僕の周りでもこのねシリーズ4を使っていて、まだそこから買い替えていないって方がね結構いるので、そういったしばらく Apple Watch を買い替えてない方がこの Apple Watch シリーズ7に買い替えるべきかどうか、そういったね意思決定の参考にもなればなと思って今日の動画をねお送りします。はい、ではね早速ですがこちら開封していきます。はい、では早速開封していきたいと思います。しまして、なんか久しぶりに新しい Apple Watch を開けるんでちょっとワクワクしますね。はい、これですね。まずこちらが反対かな。はい、こちらが Apple Watch の本体で、あと一緒にスポーツバンドの方もね購入していますので、2つの箱が1つにまとまってる形ですね。まずこちらのメインのね Apple Watch 本体の方から開けてみましょう。開けます。出た。まずこちらがマニュアル類ですね。いつものマニュアル類が入っていて、さっきちょっとこっち説明しちゃいますけど、充電器ですね。今回は USB-C ということで、こういった形で差し込みの方はね USB-C になっていて、こちら側は背面がシルバーですね。背面シルバーのこういった充電器がついています。それで本体がいよいよここに入ってます。こちらもねケースから出してみたいと思います。なんかこの紙がすごいしっかりした紙にくるまれていて重厚感があるな。よっ、出ました。もうついた。押しちゃったのかな。はい、こちらが Apple Watch シリーズ7 GPS モデルの 41mm ミッドナイトアルミニウムケースです。久しぶりにこの本体の開封をやりましたけど、 Apple Watch ってやっぱ本体めちゃめちゃかっこいいですよね。バンドをつけないこの単体のかっこよさ、もうこれだけでもね結構しびれるものがありますね。背面はこんな感じになってます。後で今つけているシリーズ4との比較もねやってみたいと思いますけども、ざっと本体をねご覧いただければと思います。こんな感じですね。はい。で合わせて購入したのがこちらのミッドナイトスポーツバンドですね。これも開けるだけ開けてしまいましょうかね。はい、ミッドナイトスポーツバンドはこういった感じですね。こういった色になっています。はい、これもね後でシリーズ4のこちらのねバンドと比べてみたいと思います。本体のレビューを今からね詳しくやっていきたいので、まずはねこちらセットアップの方を進めてしまいます。はい、新しい Apple Watch シリーズ7をこのように近づけると、もう iPhone の方に iPhone を使用してこの Apple Watch を設定というねダイアログが出ましたので、もうここから画面の指示に従っていけばセットアップできると思います。やってみます。はい、Apple Watch を設定と出ましたので、自分用に設定で、この枠内にこの Apple Watch のこのねもやもや出てるこれをかざしてくださいということなので、この枠内に入れてみます。はい、これでもうペアリング完了です。この仕組み面白いですよね。で常に画面をオン、これがシリーズ5以降は画面を常時表示ができるようになっているので、これはねやっぱり使いたい機能なのでオンのままにしておきたいと思います。続ける。はい、でグリッド表示とリスト表示、グリッド表示はこういった表示で、リスト表示はこの縦にリストになっているもの。Apple Watch っぽいねこのグリッド表示が好きなので、こちらのグリッド表示を選択して続けます。はい、今同期中です。ちょっとね時間かかりそうなので、一旦このままセットアップを進めて、セットアップ完了したらねレビューを続けたいと思います。はい、セットアップが完了しました。では本体の詳細レビューをしていきましょう。今回購入したのがこちらの Apple Watch シリーズ7 41mm のミッドナイトアルミニウムケースです。
バンドはこちらミッドナイトスポーツバンドというのをつけています。文字盤もこのシリーズ7から使えるようになった輪郭という文字盤をね使ってみましたけど、この文字盤を設定してパッと見てね、やっぱりすぐにディスプレイが大きくなったなっていうのはね感じましたね。このねベゼルの部分ですね、縁の部分がかなり細く薄くなっています。で今回ねこのミッドナイトアルミニウムケース、上から見るとねこういった感じでわかりますかね。横から見るとこういった感じになっています。全体的にマットなブラックといった形で、こちらのねデジタルクラウンも黒一色ですね。反対側はこういった感じで、下の部分がこうなっています。こう見ると分かると思うんですけど、縁ギリギリのところまで、横から見てもちょっと文字盤が見えるぐらいまで、ここまでね文字盤が広く使われています。こんな感じになってます。で裏面はこういった感じですね。ちょっとこちらのシリーズ4と比べてみましょう。こちらがシリーズ4、こちらがシリーズ7ですね。このシリーズ4は 40mm のスペースグレーアルミニウムケースというのを使っています。バンドはスポーツバンドのブラックを使ってます。こういう風にね見比べると分かると思うんですけど、シリーズ7の方がねやっぱり画面領域が広いですよね。シリーズ4がちょっと縁があるのに対して、シリーズ7の方は縁がほぼないに等しい感じなので、結構ねここの画面領域の差は大きいんじゃないかなと思います。で本体カラーを見てみますと、どっちもですねブラックに近いものを購入しましたが、こちらのねシリーズ7のミッドナイトはこういったちょっとだけ青みがかったようにも見えるかな。こちらがシリーズ4。シリーズ4はスペースグレーというのを選びましたが、こういったねシルバーがかった感じのグレーですね。濃いグレーといった感じですかね。それに対して今回のこのミッドナイトというのは、ミッドナイトというだけあって少しだけね青みがかったようにも見える、黒に少し青みがかかったような感じの色合いですね。バンドの色もシリーズ7の方はミッドナイトを合わせて選びましたけども、こちらのスペースグレーに合わせてるのはスポーツバンドのブラックなんですね。これもこう見ますとシリーズ7の方が少し青みがかっていて、こちらのスポーツバンドブラックの方が黒に近い色合いということでね、同じ黒系でもねこれぐらいの色の違いがあります。ちなみに今回ベルトはこれ以外にもこういったものとか、こういったものとか、こういったものとか、こういったものとか購入してますので、これらのベルトはまた別の動画で紹介していこうと思います。なのでねチャンネル登録してお待ちください。はい、まずは本体レビューということで、今回のねこのシリーズ7の本体のレビューっていうのを中心にやっていこうと思います。まず本体レビュー、まずはケースについてお話をしていきたいと思います。僕は手首の周りが17センチと男性にしてはね細い方なので、こちらのね 41mm の小さい方のケースを選びました。前回もね 40mm を使っていたので、こちらの方がねバランス的にはいいかなと思ってこちらをね選んでます。ケースはアルミニウム、ステンレススチール、チタニウムから選べますが、僕はね前と同じアルミニウムケースを選びました。でアルミニウムケースの耐久度というところなんですけども、こちらのですね以前使っていたアプローチシリーズ4ですね、こちらのね傷の具合とかこんな感じなんですけども、ここのねボタンのところ、ここに少しだけちょっとね削れて白くなってる部分が見えるんですけど、ここ以外はですねそんなに傷らしい傷ってあんまついていなくて、こんな感じですね。なので耐久面といったところだとアルミニウムでも問題ないんじゃないかなと思って今回もアルミニウムケースを選びました。続いてディスプレイですね。このディスプレイも今回買い替えの決め手になった一つです。でシリーズ6から 20% もディスプレイの領域がね大きくなってるということですけども、それよりも前の僕が使っていたシリーズ4からはねさらに大きくなっています。時計の盤面というねこう限られたスペースなので、だからこそねちょっとでもこう画面の拡大っていうのはやっぱり嬉しいんですよね。見やすさが格段に向上しますんで、こういったところもね選んだ決め手になっています。画面領域が非常に広いので、こういったね小さなボタンが配置された計算機みたいなねアプリも非常にね使いやすいですよね。こんな小さなボタンでも押しやすい。であとねこういう風に文字も画面領域が広いので、文字もね非常に見やすいですね。なのでディスプレイいっぱいの大きな画面で使いたい方はシリーズ7はとてもねいいと思います。
ディスプレイの強度も上がっていて、シリーズ4もシリーズ7もアルミニウムケースの場合はスクリーンがイオン X ガラスというものを使っているので、ステンレススチールモデルとかチタニウムモデルについているサファイアクリスタルよりも傷つきやすいとは言われてるんですけども、実際こちらのね、今まで使っていたシリーズ4もよく見るとちっちゃい傷とかっていうのはついていたりはするんですけども、でもね、このディスプレイが見えにくくなるほどの傷ではないので、3年でこれぐらいの傷なのであれば、このイオン X ガラスをつけたアルミニウムケースでもね、全然問題ないんじゃないかなと思います。あとは Apple の公式サイトを見ると、今回のこのディスプレイは Apple Watch 史上最も強い全面クリスタルっていうのを採用しているということなので、それでね、割れにくいということなんですが、先ほどのシリーズ4も落としてしまったり壁にぶつけてしまったりとかそういうこともあったんですけど、一度も割れてしまったということもないので、今回のね、こちらさらに耐久度が上がってるということなので、安心感がより増したという感じですね。はい、こんな感じでアルミニウムのケースで使われているイオン X のディスプレイでもね、シリーズ4ぐらいのね、傷で済むのであれば全然問題ないんじゃないかなと思ってます。よほどね、乱暴に使い続けない限りは、アルミニウムケースとこのイオン X ディスプレイでも大きな傷を負わずに使い続けられると思います。あとね、防塵機能もしっかりしているので安心ですし、耐水性能も高いらしくて、これね、つけたまま泳げるらしいです。はい、続いて GPS モデルがセルラーモデルかというお話なんですけども、今回僕が選択したアルミニウムケースは GPS モデルか GPS セルラーモデルというね、2種類から選ぶことができるんですが、僕は GPS モデルを選びました。 GPS モデルは価格が 48,800 円、 GPS セルラーモデルが 68,800 円ということで、価格差が 12,000 円あります。GPS モードで大概のことはできるので、前回にね、引き続き僕は今回も GPS モデルを選びました。ちなみにステンレススチールとチタニウムを選ぶと GPS モデルを選ぶことができなくて、強制的に GPS セルラーモデルを選択することになります。で、この GPS モデルを選ぶとどうなるかというと、近くに iPhone がないと電波がない状態になるので、これ単独で通信ができません。一方 GPS セルラーモデルは Apple Watch 本体が通信事業者と通信するので、 iPhone がなくても単独でネットにつながります。僕は基本的に Apple Watch をつけている時もiPhone を肌身離さず持っていますので GPS モデルを選びました。シリーズ4も GPS モデルで使っていましたけど、3年間使っていて iPhone を持ってない時に困ったことは一度だけでした。コンビニで Apple Watch で Suica 決済をしようと思ったら Suica の情報が iPhone にしか入っていなかったので、決済できずに購入できずね、恥ずかしい思いしたっていうのはね、1回だけあったんですけど、そうね、困ったことはその1回だけで、しかも Suica は後から分かったんですけど iPhone と Apple Watch それぞれに入れることができるので、それを知ってからこの問題も解決しました。このあたりね、2年前ぐらいに iPhone と Apple Watch それぞれに Suica を発行して入れるっていうね、動画も出していますので、ちょっとね、古い動画なんで今自分で見るのも若干恥ずかしさはあるんですけど、よかったらね、概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。あと Apple Pay なんかはそのままね、Apple Watch で使えます。他にもワークアウトの記録も iPhone なしで機能しますし、あらかじめ音楽を同期しておけば音楽の再生なんかもできるので、Apple Watch と AirPods だけつけて iPhone は持たずに音楽を聴きながらジョギングしたりもできます。なので iPhone を持っていないと困る状況ってね、割と少ないんですよね。それでもね、ちょっと不安と思う方もいると思いますけど、基本的に iPhone を普段から肌身離さず持ち歩くような方であれば、 iPhone が近くにあれば Apple Watch の方は GPS モデルで十分だと思います。ちなみにセルラーモデルを選んでもドコモとか通信事業者と契約をしなければ実質 GPS モデルとして使えるので、気にしなくてもいいところではあるんですけども、いずれにしてもね、価格差などを考えて GPS モデルを選択したいなと思ったっていう経緯もありますので、こちらのね、アルミニウムの方を選びました。あと僕がシリーズ4からこのシリーズ7に買い替える動機となったのがディスプレイの常時表示ですね。これはシリーズ5から使えるものなので今更といった感じではあるんですけど、今まで常時表示非対応のシリーズ4だったので、やっぱりね、常時表示されていないっていうのはね、時計をさっと見ようと思った時に結構不便な時が多かったんですよね。それがこのシリーズ5以
降、このね、もちろんこのシリーズ7もこう手首を下げていてもこのように文字盤は表示されているので、手を上げなくても時間の確認なんかができます。もちろんね、こうさっと目の前にかざせばより明るく画面を表示することができます。シリーズ4であったらスクリーンは消えてしまうところが、シリーズ7だと常に点灯。やっぱりね、常時表示はいいですよね。さらにこの常時表示の時の明るさは今までよりもね 70% 明るさがアップしているので、視認性はねより良くなっています。あとバッテリーですが、こういったね常時表示をすることによってバッテリー消耗も増えるかと思いきや、それでもねフル充電したら最大18時間駆動します。で、先ほどのこのね USB-C の充電器、これのおかげで 80% までだったら約45分、100% までだったら約75分で充電ができます。さらに8分間の充電で8時間の睡眠記録を取ることもできちゃいます。ただしこの高速充電に関しては注意点があって、過去のモデルのね充電器でももちろん充電はできるんですけど、高速充電をしようと思ったらこのシリーズ7に同梱されている Apple Watch 磁気高速充電 USB-C ケーブルを使った時のみとなります。こちらが USB-C のケーブルですね。さらにこれとは別に 5W 以上の出力が可能なパワーデリバリー対応の USB-C 充電器、こちらもね必要になってくるので、これはね別売りで購入しないといけません。なのでね、高速充電をするときにはご注意ください。充電に関してもリモートワークの時なんかはね、就業後は僕も時計を外していますし、外出する日も帰宅したら外してすぐにね充電っていう風にしてるので、正直ね今までも僕はバッテリー切れで悩むことはあまりなかったですよね。朝から晩まで寝る時も常に Apple Watch をしているとかじゃなければ、バッテリーはね十分だと思います。お風呂に入る時なんかに外して充電しておけばいいと思いますしね。はい、まとめると Apple Watch シリーズ4を使っていた僕としては、このねディスプレイの広さと常時表示、そのあたりが購入の動機になりました。なので Apple Watch シリーズ6とかをね使ってる方にとってはちょっとね機能面で大きなアップデートっていうのは感じにくいんじゃないかとは思います。はい、そういったわけで今回の動画が Apple Watch シリーズ7の購入を考えている方の参考になったら嬉しいです。今後もまた Apple Watch の情報を動画にして公開予定なので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。もしこの動画が参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。